動画見ていただき、ありがとうございます。いやー、今回ね、新型 M1 iPad Pro、白色のね、これマジックキーボード、届きました。届いたので、これちょっとね、今日使ってみたね、数日なんですけど、使ってみた感想をですね、ちょっと正直にお話ししたいかと思います。いやー、つい届きましたね。前半はですね、M1 のね、ちょっと MacBook とか、MacBook Air 僕持ってるんで、ちょっとね、比べつつですね、ベンチマークとか、性能をですね、実際にちょっと確かめてみてですね、後半にはこの iPad Pro と、マジックキーボード、白色、これ実際ね、使ってみましたので、その感想ですよね。実際どうだったのかだったりですね。普段はやっぱ僕はMacBook 使ってるので、そことのね、違いはどう感じたのとか、ここがいいよね、悪いよねとか、いろいろ感じましたので、正直じゃあどっちをね、じゃあ買うべきなのかみたいなね、お話をしたいかと思います。で、こちらチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。またいつもご覧になっている方もね、15% ほどのね、登録っていうことなので、まだね、チャンネル登録していなかった方とかはですね、ぜひこれを機会にね、チャンネル登録していただけると、死ぬほど喜びます。飛び回りますね。で、一番右の通知ベルもオンにするとですね、最新情報ね、こういったもの届きやすくなりますんで、こちらもまだ登録者はね、9%、そろそろ 10% ぐらいになりそうかなっていうところなんですけども、ぜひ通知ベルをオンにして見逃さないようにね、してもらえればと思います。まずは M1 iPad Pro のね、外観について、デザインについてなんですけども、僕が購入したのはシルバーですね。シルバーのモデルなんですけども、はい。今回だとシルバーとほんとスペースグレーだけのね、選択っていうことで、ちょっと寂しい感じはしますが、基本的には全く2020年モデルと、一緒です。全く同じですね。はい。ちょっと気づいたのが、なんかスピーカーのこの穴の位置がですね、微妙にちょっと真ん中に寄ってる気がします。はい。違ったらすいません。はい。ここゲームとかね、持ってる時に、塞いじゃったりね、する時もあったので、こういったところが地味にね、嬉しい変化かなと思ったりはしますと。はい。ということでね、まずはですね、Geekbench 5の方でですね、Geekbench スコア、こちら測ってみました。要するに性能をね、数値で測れるものなんですけども、はい。これもみんなね、もう息を吸うようにやる儀式、っていう感じなんですね。儀式みたいなもんです。はい。まずシングルコアがですね、こちらが1701、マルチコアが7197ということですね。結構いい、これね、スコアね。で、シングルコアで見ると、結構 iPhone 12シリーズとかと比べてもですね、上回るスコアだったりですね、あとマルチコアとかの比較もね、これ見れたりしたんですけど、2020年モデルの iPad Pro とか、こちらと比べてもやっぱ全然違うなっていうところはね、数値見てもね、見えましたね。で、ちなみにこの M1 MacBook Air の方ですね、こちらのシングルコアがですね、1701、で、マルチコアが7379ということなので、ほとんどやっぱ変わらないなっていう感じですよね。はい。ただやっぱ薄さとかね、この厚みが全然ね、やっぱ違ったりするので、iPad Pro ね、薄いのにこの高性能すごいなと思いました。っていうところではあるんですが、やっぱ薄い分ね、やっぱ性能を抑える仕様とかにやっぱなってるのか、マルチコアとかに関しては、ちょっとやっぱ MacBook Air とかと比べても下がるかなっていうところは、ありますね。で、続いてはですね、メタルスコアの方ですね。こちら、GPU とか、グラフィック性能ですね、動画編集とか画像編集とか、ゲームとかにかかってくるところではありますが、はい。これなかなかね、すごい性能がね、こちらも出ました。実際測った数値がですね、21,859ということですね。はい。これやっぱりね、Apple Silicon とかはですね、やっぱグラフィック強いんですよね。これ MacBook Air とかに比べても全然高いですね。M1 と比べても。で、2020年モデル、例えば iPad Pro とね、こう比べてみてもですね、もうほぼやっぱ2倍に近い、数値だったりですね。iPhone 12シリーズとかそこら辺と比べても全然正直相手にならない感じで、近いもので言うと、M1 の、MacBook Pro の13インチ、それとやっぱほぼ同じぐらいの数値になってますね。これなかなかすごいですね。はい。ということでね、続いて、ウェブブラウジングのスピードですね。こちら見ていきたいと思いますが、はい、スピードメーターというものでですね、どれぐらい早くウェブブラウジング、パンパン見ていけるのかみたいなね。これでね、やってみました。はい。特にアプリとかダウンロードせずにね、ちょっと検索してもらえばすぐ誰でもできますんで、もしやってもらえればと思います。で、こんな感じでひたすらページがね、ウェブページが書き換わっていくみたいな画面が映されたりするんですけど、これもね、実際何回かやってみました。が、ほとんどね、M1 MacBook Air と、大体同じぐらいの数値ですね。はい。ブラウザは一応それぞれですね、サファリと Google Chrome で、一応どっちもね、試したりはしたんですが、大体やっぱ1分間に200前後ぐらい、ページぐらいの、数値でした。やっぱそんな変わんないんだなっていうところで、はい。僕もまだまだね、触ってる、数日なんですけども、M1 のね、この iPad Pro
要するに実際にこう使ってみた動きというかね、動作とかの感想なんですけども、やっぱ結構かなりね、サクサク動くなっていう印象をやっぱ受けましたね。まあ普段はやっぱ M1MacBook Air とか、使ってるんですけども、まあ、ギークベンチとかのね、もちろんさっき見ていただいてる数値が、似てるっていうのはあるんですけども、やっぱ同じようにね、サクサク感、同じような感じで使えるっていうね、ところではありましたね。というかね、もう僕の体感的にはね、なんか M1 iPad Pro の方が、なんかね、軽いんじゃない、早いんじゃないかなって思いました。なんか動作がやっぱね、OS がまあ違うっていうのもあると思うんですけども、結構やっぱ iPhone-like に使えるんで、結構サクサクした感じが受けましたね。はい。あとまあ画面とかも明るさはね、まあ600ニットっていうことで、まあその別に MacBook Air とかとね、まあそんな別に変わんないはずなんですけども、なんかね、やっぱ明るく見えたりとか、やっぱ11インチなんですけども、今回の場合、レティナ XDR ディスプレイ搭載ではないんですが、それでも非常に見やすいなっていう感じ。やっぱ十分綺麗で、やっぱね、M1 のあと MacBook とかよりは、やっぱ画面綺麗だなって思いました。っていうのが正直な感想ですね。全然リキッドレティナディスプレイでも綺麗だなっていうところで、まあさっき言ったように 12.9 インチの方はですね、ミニ LED っていうものを搭載してて、今後新しいのは、レティナ XDR ディスプレイっていうのもね、さらにまあ綺麗になって、まあ気になるところではあるんですけども、まあ実際ね、僕も含めてですね、まあ11インチでね、まあ普通の方であればね、全然これで十分かなっていう、必要十分かと思いますね。はい。まあ一応また最後の方にM1MacBook ユーザーですね。まあ僕が感じたですね、iPad Pro とまあ MacBook の違いみたいなね、ちょっと話そうと思いますので、あとやっぱ iPad Pro とか、こういった強みはやっぱタブレットなので、Mac とかとやっぱ全然やっぱ違うようで使える点ですよね。まあ、僕の場合だと、ゲームとかですかね。例えばなんですけど。でもこういうの楽しいですよね。まあ映画とかもそうですし、まずはね、僕も大好きな、COD モバイルですね。シューティングゲームみたいなやつですね。こちらプレイしてみました。はい。その様子をご覧いただきたいと思います。はい。やっぱ iPad のこのいいところはですね、やっぱりこの取り外してそのままね、まだこのままいけるっていうのが結構音でかくしてますけどね。まあ、コールオブデューティーちょっとやっていきたいと思います。音がね、やっぱり、なんていうんですかね、スピーカーが4つついてるんで、めちゃめちゃいいですよね。ちょうどね、この画面サイズ的には11インチで、まあ、ちょうどいいかなって思いましたね。このコントローラー、このね、位置がね、ちょうどいいんですよね、僕的には。ちょうどいい感じなんだよね。大画面でめちゃくちゃ、もうやってる。喋りながらやるの難しいの。ファックおちょうどこのサイズ感がね、いい感じ。はい。まあ、こうやって戻してね。っていう感じでね、使えますんで。いかがだったでしょうかね。まあ本当はね、コントローラーとかでやると結構まあちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ今回手持ちでね、やってみたんですけど、まあちょっと微妙に大きい感じはするけど、まあ慣れればね、ちょうどいいかなっていう気はしますね。まあ一応コントローラー Xbox とかPS4 とか5のね、コントローラーBluetooth で繋いで普通に使えたりするんで、まあやっぱちょっとね、11インチだと、ちょっとまあ手に余る感じっていうのはね、最初あったんですけども、慣れたら、まあスマホとかと比べると、やっぱ画面がやっぱでかいんで、なんか臨場感あって、やっぱスピーカーもね、これ4つついてるんですよ。左右に2つずつ。まあ、なので、結構音、臨場感あっていいなと思いました。はい。あとはウィニングイレブン。サッカーとかも好きなんですけども、ウィニングイレブンとかもちょっとやってみたんですけど、まあ結構やっぱ臨場感すごくてですね、やっぱスマホとかに比べると、まあ、画面がやっぱ大きいんで、まあ指で、例えばそこ画面がね、ちょっとなんか隠れたりするんですよ。こうなんか iPhone の例えば12 mini とかでやると、こうちっちゃいんで、親指邪魔だよみたいなことがね、あったりするんですけども、そういうのもなくてですね、画面が隠れることもなくて、やっぱ手で持つとね、まあ意外となんかそんなに疲れるのかなと思ったりはしたんですけども、まあ意外と大丈夫。問題ないかなと思いました。まあ結構やっぱ薄いからね、なんかそんな重さを感じないっていう。はい。まあもともとやっぱ2020年モデルとかでも、もちろんまあ性能の面ではね、全然止まったりとか、フリーズしたりとか、そういうのがね、まあもちろんそんなないんですけども、まあ M1 iPad Pro になって、まあさらにその快適に使えるというか、まあ音とかも含めてね、遅延とかほんと一切感じなかったので、なんかゲームとか使うのもね、結構おすすめかなと思います。個人的にはね、非常にもちろんさっき言ったゲームとか、まあそういったもの好きなんですけども、あとエンタメで言うとなんかその読書とかね、やっぱ漫画とか、雑誌とか見るのにですね、このやっぱ11インチっていうのがめちゃめちゃいいんですよ。まあだから11インチにしたみたいなところもありますね。まあちょっと雑誌サイズにかなり近いというか、まあほぼ一緒ですね、11インチって。まあスマホでももちろんね、見れなくはないんですけども、まあ結構なんていうその小さい画面ずっとこうなんか見てると、なんか疲れないですかね、目が。結構疲れちゃうんで、まあ漫画とか、まあ写真とかですね、まあ絵を楽しむ。結構そういった、まあ画像とかをね、楽しむ、やっぱ雑誌とかっていうのはね、
やっぱ iPad にやっぱ何十冊もこういっぱいいろいろ入れて楽しめるっていうのは非常にね、いいかなと思ってます。Mac もね、こうやってなんかこう手に持ってこう、やる、もんじゃないので、ちょっとやっぱ重いですかね。1.3 キロぐらいあるんで、タブレットのようにですね、やっぱこういった見る体験っていうのはなかなかできないので、今回やっぱお絵描きとか、ね、やっぱこうペンシルで描いたりとかも含めてですね、やっぱこういったところは、Mac とかと、比べるとですね、iPad の利点なのかなというか、改めていいなと感じました。今回一緒にですね、マジックキーボードの白色ですね、この新色の iPad が浮いてるように見えると思うんですが、はい、こちら白色、ホワイトもね、購入しました。はい。やっぱ白色っていうのは非常にクリーンでやっぱこのなんか清潔感ある印象を受けてですね、やっぱ映えたりしますよね、見た目としても。白いんで結構ね、なんか目立つというか、黒よりもね、結構いいなと思いました。はい。あとキーボードもマジックキーボードっていうことなので、かなりやっぱその MacBook だったりとかですね、やっぱ純正のね、そのやっぱ Apple のキーボードに非常に近い形というか、そういった仕様なので、非常にやっぱ安定感あって、打ちやすいなって思いましたね。ちょっと心配だったのが、やっぱ軽さ重視でもちろん11インチにしたので、その分キーボードの幅もちょっと小さくなるんですよね。キーボードもちょっと少し小さめになるので、例えば MacBook とかの今僕フルサイズのね、キーボードとかに慣れちゃってるんで、打ちづらいというか、この狭さをね、感じるんじゃないかなっていうのがね、ちょっと心配だったんですけども、結論に使ってみましたけど、慣れますね。はい。逆にどっちかというとコンパクトなんで、これはこれでなんかいいかなって思っちゃったって感じですね。とはいえもちろんね、そのフルサイズのキーボードの方が打ちやすいですよ。打ちやすいですけど、これはこれでなんか意外とありだなっていうか、12.9 インチだったら多分ほぼフルサイズとね、一緒だと思うんで、フルサイズキーボードと。それだったら全然ね、なんかいいかなっていうね、思ったりもしましたね。なんでやっぱ軽く本当テキストベースだけなんか資料作成したりとか、プレゼン資料を作ったりとか、なんか学生さんがね、こうなんかわかんないけど、レポート書いたりとかであれば、全然これでいいかなっていう、かなりやっぱ優秀ですね。あと白いので結構汚れとかがね、気になったりはしてるんですけども、トラックパッドの、例えばその手を置くところとかですね、ケース自体の周り、外側とかは一応マットなんだけども、マットな感じなんですけども、ちょっとなんかね、そのコーティング、汚れがちょっとつきづらいようなコーティングとかはされてる感じではあるので、一応その汚れとかはつきづらくはなってるんじゃないかなと。はい。なんで意外と大丈夫じゃないかなとか、ちょっとね、使った感じは思ったんですけども、これもなんかね、ちょっと何ヶ月か使ってみないとね、わかんないっていうところはありますね。はい。多分でも大丈夫そうな感じします。はい。あといいなと思ったのは、普段はね、iPad Pro はね、これつけてると見えないんですけども、マグネット、要するにこの iPad をつけてるここの部分ですね、ここのね、裏側が、iPad ついてる部分がですね、なんていうか、内側がちょっと裏起毛じゃないですけど、なんか高級な家具とか、なんだろう、高級ブランドの箱のなんか内側みたいな、わかりますかね、なんか、内側みたいなね、なんか質感なんですけど、ちょっともわっとしてるというか、こう結構ね、いいかなって思っちゃいました。はい、僕は。高級ブランドみたいな雰囲気を受けました。で、iPad Pro ね、あと、やっぱ画面でやっぱ角度とかもね、そんな前のモデルと変わってないですけど、非常にいいし、やっぱケースになるのでいいなと思ったんですが、ただやっぱりね、やっぱ問題はこれ結構やっぱ重いなっていう感じ。重さはね、もちろん分かってたんですけども、ね、本体とやっぱ入れると1キロ弱ぐらいね、11インチでもなっちゃうんで、もちろんiPad をやっぱ安定的に浮かせるために結構重めに作られてるっていうことなんですけども、そこはちょっとね、仕方ないかなっていうところですね。妥協点。そんな感じ。はい。ということで最後はね、ちょっと使ってみたこの正直な感想をですね、特にやっぱ普段僕はM1 の MacBook Air 使ってるので、ここら辺のちょっと違いとか、含めてですね、いい点、悪い点みたいな、気になった点ですね。とかそこら辺をね、ちょっと話していきたいと思います。まずはやっぱ単純にですね、非常に本当、いい点というか、動作本当にサクサク、この M1 の iPad Pro 早いなっていうことで、画面もね、11インチであってもですね、非常に十分綺麗なので、普通になんか持ち運んで作業するとかにはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いましたね。そう考えると、やっぱマジックキーボードちょっと買っといてよかったなって思いました。3万円くらいするんでね、高いっちゃ高いんですけどね。それなりの価値はあるのかなと。はい。他の、ただね、純正ね、キーボード以外でもこう全然あるんで、例えばロジクールさんのやつとかね、トラックパッドついてるやつとか、あるんで、安めのものとかもあるんで、全然そういったものとかでもね、いいんじゃないかなと思いますけどね。非常にやっぱその MacBook にね、近い形で使えますので、僕の場合だと結構YouTube とかですね、ブログのあとデータとか、アナリティクスとかで毎日見たりするんですけど、
まあ、あとまあ動画の台本とかね、今こう喋ってるやつとか作ってるんですけども、まあ、全然これ iPad Pro でね、いいなと思いました。はい。まあ、今回の動画、この iPad Pro で作ったんですけど、まあ、全然それぐらいの用途なら、iPad Pro でいいかなってやってみようと思いましたね。はい。で、逆に使ってみて、まあ、気になったところというか、逆にその MacBook のね、良さっていうのも逆に感じたところもあります。はい。まあ、iPad Pro のちょっと今回、まあ、デメリット的なところなんですけども、まあ、なんで M1 iPad Pro と、まあ、MacBook の違いですよね。まあ、そこら辺を、3つほど感じたところをですね、話したいと思います。はい。メインに関しては、メインにするには、やっぱちょっと僕の場合だと無理かなっていうところですね。iPad だけでやるのは無理。はい。単純にやっぱ僕の使ってるその Final Cut Pro というね、動画編集のアプリがやっぱ iPad Pro では使えないっていうところですね。はい。ただでも逆に言えば、まあ自分のその使いたいアプリが別に iPad Pro でも対応してるんだったら、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ普通にやっぱ学生の方とか特におすすめかな。会社員とか、やっぱカフェでこうちょっと資料作成とかね。まあそういった分にはかなり軽いんでね、どうしても iPad Pro の iPad の方が。まあキーボードとかつければめちゃめちゃいいんじゃないかなと思ったりはしました。はい。で、二つ目ちょっと気になったところとしては、バッテリーの減りですね。バッテリーの減りが、やっぱね、意外と早いなぁと僕は感じましたね。というのも、まあ、どうしても、M1MacBook Air のバッテリー持ちがめちゃめちゃいいんで、これにもう慣れちゃってるんですよ。まあ、それもいけないとは思うんですが、まあ、2、3時間使って、確か 20% ぐらいなんか減ってた気がするんですよね。結構70%戦闘始まりで 50% ぐらいまで結構減ってて、軽くいろいろやっただけですね。まあ、なんでどうしても M1MacBook と比べるとバッテリーの減りっていうのが結構早いなって感じちゃったので、まあ M1MacBook がまあすごすぎるっていうのはありますが、まあそもそもね10から9時間ぐらいの駆動なんで、まあ半分ぐらいなんですよね。使える時間としては。まあなのでそこら辺はね、ちょっと使い方とかによっては注意が必要かなと思いますね。と感じました。はい、僕は。で、最後はですね、やっぱ作業効率って意味ではどうしてもね、MacBook にはかなわないかなっていうところですね。はい。まあ iPad Pro でももちろんね、こう頑張ればできなくはないんだけども、やっぱね、最適解ではないっていう感じですね。まあ作業効率を求める方には特に、なんかそう思うんじゃないかなと思います。まあ、例えば、Mac ではですね、アルフレッドっていうランチャーアプリっていうね、なんかアプリを起動するアプリがあるんですけども、そういったものをね、僕入れてですね、例えばそのショートカットを入れておけば、自分の好きなサイトとかをパッてね、2文字ぐらい入れればパンって出てくるんですよ。まあ、すぐ起動できるんですよ。まあ、iPad でもまあ、一応アプリあったんで、まあ、多分できるかもしれないんですけども、まあ、細かいですけど、まあ、スクロールとかね、こう、ヒュッてこう動き、トラックパッドでまあやるとか、まあ、あとマウスのそのポインターのスピードとかも、まあ、一応ね、なんか設定でマックスにね、しては見たんですけども、なんかちょっと Mac とかに比べると、なんか若干遅いかなっていう感じたりしたりとか、あとまあ実際まあトラックパッド自体もね、やっぱ小さいんで、まあ大きい、やっぱ Mac と比べると、まあちょっとやりづらいかなっていうのは、まあ実際ありますね。はい。あとまあ Chrome とかね、ブラウザとかもですね、やっぱ MacOS で使ってるものと比べると、やっぱ微妙にね、お気に入りのバーが例えばなかったりとか、なんか微妙にね、違うんですよね。あとその開発ツールとか、サイトのコードとか、プログラミングとかの話ですけども、裏のね、構造みたいなのが見れるんですよ。開発ツールというもので、簡単にね、Google Chrome で、まあそういうのが、例えばなんか使えなかったりとか、なんかちょっとね、かゆいところに手が届かないんですよね。まあ細かいんですけど、そういうのやっぱ気になっちゃうので、結構作業効率とか考えてる場合にはですね、はい。まあプロの方とかは。まあなんで意外とやっぱまだまだ iPadOS とこの MacOS の壁っていうのはね、なんかあっちがね、意外と見えてるようで、なんか意外とこう、厚みあんなっていうか、厚いなっていうね、壁がまだまだあるなっていう感じましたね。うん。ただこれでも逆に言えばですね、まあ iPhone とか、そのなんかスマートフォンで逆にね、慣れてる世代の人もいるじゃないですか。まあそれでね、十分使えてるみたいな。逆に iPhone とかで十分全然ね、間に合ってるみたいな方は、逆にね、iOS とかにまあ近いんですよ。iPhone とかにやっぱ近いので、iPadOS は。そういった方はやっぱね、もうすぐもう使いやすいというか、馴染みがあるんで、まあいいのかなと思ったりもしますし、まあ僕も用途的には、まあそもそもやっぱ YouTube 見たりとかですね、まあ台本さっきみたいに書いたりとか、まあ読書とか、まあどっちかそっちですね。雑誌を見る方なんで、まあどっちかというとコンテンツ消費ですよね。とか、まあ資料作成とかに関してはやっぱ iPad Pro が結構アドバンテージあるんじゃないかなと。まあ軽さとか、含めるとですね。なので結構いいなとは思いますね。はい。あとはなんでApple Pencil とかでお絵かきしたりとか、まあノート取ったりとかね。まあそういった意味でやっぱ iPad Pro いいなと思いますけどね。まあなんでまあ結論的にはですね、やっぱそういった作業効率をね、もう超絶に求めたいみたいな方だったら、まあ多分 MacBook が良くて、まあ資料作成とか、まあ本当にまあコンテンツの消費ですね。まあ YouTube 見たりとか、まあ映画見たりとか。だったり、まあ単純に Web ブラウジングするだけとか、まあ読書とかですね。とかお絵かきとかだったら iPad がいいのかなっていうね。
まあ頑張れば、まあ iPad もできなくないのかもしれないですけど、やっぱり最終的にね、MacBook の方が効率的にはいいのかなと思いました。まああとはやっぱり自分の使いたいアプリがですね、iPad で、まあ、使えるのかどうかっていうところですよね。とか、まあ、使いやすいとかの方で、まあ、選べばいいのかなって思いますね。ということで、またね、こういった動画ね、今後見たいなってね、気になる方はぜひ、チャンネル登録、役に立ったなと思ったらぜひグッドボタンですね。あと一番右の通知ベルも押してください。ということで、本日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。